技術わからん上司が俺の提案全否定。やっこ先で俺が業界の有名人と判明した結果、お前は黙ってろ。プレゼンは俺がやる。実は俺、業界では有名人なんだけど。俺は26歳のバックエンドエンジニア。中堅 SIR に勤めて3年目になる。仕事自体は嫌いじゃない。でも、上司だけは本当に無理だった。俺の上司は48歳の営業上がり。技術のことは何も分かってないのに口だけは出してくる。営業上がりの上司あるあるやな。技術はからんのに仕切りたがるやつな。おい、ちょっといいか。何でしょうか。A 社から新規案件の引き合いがあってな。リアルタイムデータ処理システムだ。はい、それで1週間で見積もり出せるって約束してきた。1週間ですか。リアルタイム処理の設計って時間かかりますよ。要件のヒアリングだけでも数日かかります。その後アーキテクチャ設計して性能試算も必要です。最低でも3週間は欲しいところです。何言ってんだ。もう客に約束しちゃったんだよ。お前やる気あるのか。いや、やる気の問題じゃなくて、やる気があればなんとかなるだろう。それとも技術力が足りないって認めるのか。わかりました。やってみます。そうこなくっちゃな。期待してるぞ。これはひどい。勝手に約束するなよ。典型的な無能上司やな。結局毎日終電まで残業する羽目になった。土日も出勤してなんとか1週間で形にした見積書を上司に提出した。おう、お疲れ。見積もり客に出しといたから。ありがとうございます。ところで残業代なんですけど。は、残業代。お前給料もらってんだろ。これくらい当たり前だろ。はい。最悪すぎる。残業代払えよ。ブラック企業じゃん。おい、良いニュースだ。A 社の案件受注決まったぞ。本当ですか。よかったです。俺の営業力の成果だな。いや、俺が客に提案したのが良かったんだよ。お前の作った見積書はちょっと手直ししたけどな。手直しですか。まあお前も頑張ったよ。これからもこの調子で頼むぞ。こんなことが何度も続いた。上司は客に無茶な約束をして、俺が必死に残業して何とかして、手柄だけは全部上司が持っていく。ある時なんて3日徹夜した案件もあった。それでも上司は当たり前という顔をしていた。体を壊しそうになったこともある。正直辞めたくなることもあった。でも転職活動をする時間すらなかった。でも俺には一つだけ楽しみがあった。それは技術ブログの運営だ。会社では評価されないけど、ブログでは匿名で技術的な記事を書いて多くの人に読んでもらえている。月間10万 PV を超えるようになっていた。 SNS でも時々バズったりして、それが俺の唯一の救いだった。技術ブログやってるのか。これが後で聞いてくるんだろうな。フラグ来た。そんなある日、上司から呼び出された。おい、ビッグニュースだぞ。大手メーカーの B 社から大型案件のコンペ参加依頼が来た。 B 社ですか。確か業界トップクラスの。そうだ。年間契約で1億円規模だ。3年契約だから総額3億円のビッグプロジェクトだぞ。3億円。ただし競合がすごい。大手 IT 企業3社が参加する。それは厳しそうですね。大丈夫だ。俺に考えがある。お前には技術提案書の作成を手伝ってもらう。はい、わかりました。どのような内容にしましょうか。そうだな。まずはシステム構成から考えよう。B 社は大手だからインパクトのある提案が必要だ。インパクトですか。ああ、とにかくすごそうな数字を並べるんだ。それは実現可能な範囲でですよね。細かいことは気にするな。大型案件来たか。また上司がやらかしそう。不安しかない。提案書の草案ができたぞ。ちょっと技術的な部分をチェックしてくれ。はい、見てみます。これはリアルタイム処理で応答時間1ミリ秒保証、秒間10万リクエスト処理、可用性ゴーナインズ。課長、これはさすがに無理です。1ミリ秒応答なんて物理的に不可能です。
ネットワークの遅延だけでそれ以上かかります。光の速度でも限界がありますから、データベースへのアクセスも必要ですし、認証処理、ビジネスロジック、すべてに時間がかかります。何言ってんだ。そんな技術的な話は客には関係ない。客が欲しがってるのはこういう数字なんだよ。すごそうな数字を並べないと勝てないんだ。でも実現できない約束をするのは詐欺です。現実的な提案をさせてください。応答時間は10ミリ秒、秒間1万リクエスト。可用性3ナインズなら確実に実現できます。お前は黙ってろ。お前はプレゼンのやり方を分かってない。まずは受注することが大事なんだ。できるかできないかは後で考えればいい。でもプレゼンは俺がやる。お前は黙って技術資料だけ作ってりゃいいんだよ。結局上司の言う通りになった。実現不可能な提案書が完成した。俺は技術資料を作りながら、この提案が通ったらどうしようと不安でいっぱいだった。これは絶対炎上するやつ。コンペでどうなるか。コンペ会場は B 社の本社ビル。大手 IT 企業3社がそれぞれプレゼンを終えた。どれも現実的で堅実な提案だった。そしていよいよ俺たちの番。それでは私どもの提案をご説明いたします。我が社は応答時間1ミリ秒を実現いたします。秒間10万リクエストの処理も可能です。会場がざわついた。他社の提案より明らかに高い数字だ。少々よろしいですか。客先の CTO だ。40代くらいの技術に詳しそうな人だ。はい、どうぞ。1ミリ秒の応答時間というのは具体的にどのようなアーキテクチャで実現されるのでしょうか。それはその最新の技術を駆使して、具体的には上司が完全にフリーズしている。詳細は担当エンジニアが、おい、お前から説明しろ。俺ですか。当たり前だろ。技術のことはお前が詳しいんだから。わかりました。上司ダメすぎ。リッチに丸投げかよ。俺は席を立って前に出た。もうここまで来たら正直に話すしかない。失礼します。まず先ほどの提案について正直に申し上げます。応答時間1ミリ秒は実現不可能です。おい、ネットワーク遅延だけで最低5ミリ秒はかかります。物理的に不可能な数字をお約束するわけにはいきません。その代わり現実的な提案をさせてください。どうぞ。応答時間は平均10ミリ秒を目指します。アーキテクチャはマイクロサービス構成です。Kubernetes で動的スケーリングを実現し、Redis でキャッシング、秒間1万リクエストに対応します。データベースは PostgreSQL のレプリケーション構成。可用性は3ナインズ。年間ダウンタイム9時間以内を保証します。なるほど、具体的ですね。監視体制についてはプロメテウスとグラフ穴で24時間監視します。異常検知時は自動アラートで即座に対応可能です。素晴らしい。とても現実的で技術的に筋が通っている。ところであなた、もしかしてレブオプス道場の管理人さんですか。はい、そうです。やはりいつもブログ読んでます。Kubernetesの記事すごく参考になりました。マイクロサービス設計のベストプラクティスも。ありがとうございます。ブログご存知ないんですか。この方、業界では有名な技術ブロガーですよ。月間10万 PV 以上のブログを運営されています。すみません。私も読んでます。PostgreSQL のパフォーマンスチューニングの記事、あれで助かりました。私は Docker の記事がすごく良かったです。実践的で分かりやすくて。ありがとうございます。私も毎週読んでます。先月の CI/CD パイプラインの記事、まさに今必要としてた内容でした。Redis のレプリケーション設定の記事も素晴らしかったです。実装例が具体的ですぐに実務に活かせる内容でした。負荷テストの記事も参考になりました。JMeter の使い方、あの記事で初めて理解できました。御社にこんな優秀な方がいらっしゃったとは、これは期待できそうですよ。実はこれは3年前から2つブログを運営していた。会社では評価されなかったけど業界では結構知られていたらしい。そして上司は俺がブログをやっていることすら知らなかった。それでは
結論を申し上げます。御社にこのプロジェクトをお願いしたいと思います。本当ですか？ただし条件があります。プロジェクトリーダーはこの方にお願いします。こいつを。はい、この方の技術力なら安心してお任せできます。それが条件です。わかりました。やった。翌日、社長室に呼び出された。君が例のエンジニアか？はい。実は B 社の CTO から連絡があってね。君がデブオクス道場の管理人だと聞いて驚いたよ。実は私もあのブログを読んでるんだ。社長も？ああ、特に CI/CD パイプラインの記事は素晴らしかった。我が社にこんな優秀な人材がいたとはなぜ今まで気づかなかったんだろう。それは上司が。ああ、CTO から詳しく聞いたよ。君の提案を全て却下して実現不可能な内容でプレゼンしたと。君がいなければあの案件は失さしていた。それどころか会社の信用まで失っていたかもしれない。B 社の CTO は君を高く評価していたよ。正直で誠実な対応だったと。それに技術力も確かだと太鼓判を押していた。そうなんですか。ああ、むしろ君を指名してきたんだ。プロジェクトは君がリードしてほしいとね。俺を指名？そこで君に提案がある。 B 社のプロジェクトリーダーとして君を正式に任命したい。プロジェクトリーダーですか？ああ、それに伴って昇進もしてもらう。主任から係長へ。年収も550万円から780万円に引き上げる。780万円。君の実力なら当然だ。これからは君の能力を存分に発揮してもらいたい。ありがとうございます。精一杯頑張ります。年収 1.4 倍。おめでとう。完全勝利やん。それから例の課長についてだが、はい。彼には営業部門に移動してもらうことにした。技術部門のマネジメントは向いていない。そうですか。実質降格。ざまあ。因果応報やね。一致よくやった。技術力は裏切らないんだな。この展開気持ちええわ。 B 社のプロジェクトは順調に進んでいる。最初のリリースも無事に完了した。応答時間は平均は1ミリ秒。目標を上回る性能だ。可用性も9-9を達成している。 B 社からも高く評価してもらえた。CTO とも良い関係を築けている。定期的に技術的なディスカッションもしている。次のフェーズの契約も決まった。技術ブログも引き続き更新中だ。今では社内でもブログのことを公表している。会社が技術ブログ執筆を推奨してくれるようになった。後輩たちもブログを始めるようになった。会社全体の技術レベルも上がってきている。あの上司は営業部門で苦労しているらしい。最近は会社で顔を合わせることもほとんどない。上司の末路がすがすがしい。一致の大逆転劇最高。こういう話大好き。思わぬ形で自分の価値が認められた。続けてきたことは必ずどこかで生きてくる。そう実感した出来事だった。最後まで聞いてくれてありがとう。飯をつ。面白かった。スカッとしたわ。一致幸せになってよかった。続けることの大切さを学んだ。おつ、良い話だった。